ジャムジャムラディオ。ありがとうありがとう伝えたくてということで、皆様改めましてこんばんは。ジャミジャミラジオ振り返りスペシャルパート2、今からやりたいと思います。2023年12月26日火曜日、21時18分になりました。はい、ということで改めましてジュミさん飛んじゃったね。いや本当に皆様びっくりしましたね。申し訳ございません。生配信は何が起こるか分かりません、本当にもう深く敬礼しております。すいません。ということで本当にびっくりでございますけれども、びっくりしましたよ、ね、まさか今日パート2までやるなんてねね思わなかったけど思ってもみませんでしたね。ね、本当に皆さん本当に申し訳ないです。申し訳ありません。はい、オープンステージね、先ほどねパート1の方になっちゃいましたけども、ちょっと回線不良がありまして、ちょっとしばらくつながらなかったと、ね、気づかないでね僕ら喋ってたんですけどはいね、先ほどちょっと途切れたところからね続きのお話をしたいなと思いますね。皆様本当に申し訳ないですけど、今からでもね本当にね振り返りスペシャル見てください。今つけた方いいんですけどね、先ほどねから続いて待ってた方ね、本当お待たせしましたけど、はい、まあこの間の第4回オープンステージの方、振り返ってるわけですけれども、はい、1番2番3番とね、振り返りました。1番が、K 村井さん、2番がラテマルさん、はい、3番ラシグナスさん、はい、ね、4番のザ・レスポンスさんのところでねちょっと話が、途切れてしまったということで、ザ・レスポンスさん本当に申し訳ないです。申し訳ないね、ボーカルタクヤさん、ベーストールさん、ドラムのペイさん、コーラスのミホさん、ギターのヒサロックさん、本当に申し訳ないです。はい、ちょっと先ほどね曲もちょっとプツッと切れてる感じやったんですけども、はい、レスポンスさんね曲その後ね何喋ったかっていうと、やっぱりそのバンドでね元気よくこう潔くね、やるっていうのはねすごくやっぱりその空気感変わってね、すごい素晴らしかったといったことをね、そういった胸でね話をしたと思うんですけどもね、ね、ジュミさんねいや息があってこその本当ね、バンドそうですねっていう話を、ね、という話をしていて、ははいね、本当にレスポンスさんは本当素晴らしい演奏やったので、また来年度もね、来年もね、はい、オープンステージの方もね、参加ね期待しておりますのでね、はい、ぜひぜひ皆様ね、お越しくださいということで、はい、はい、待ってます、はい、5名様ね、はい、よろしくお願いしますということで拍手ということで、はい、それではねちょっと途切れちゃいましたけど、はい、次、5番目、ついにね前半戦最後ということで、シュナさん、シュナさんの演奏もねまたちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、シュナさんね数日前にちょっとこのオープンステージの数日前に風邪をひかれましてね、SNS の方でねちょっとつぶやかれてたんですけれども、まあこの日はこの日できちんと演出的にねクリスマスということを狙ってね、素晴らしい演出をされたのでね、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、シュナさん、それじゃ聞いてください。はい、シュナさんねザ・レスポンスのドラムのペイさんをね、カホンね一緒に入れてましたね、カホンにね参加されましたけども、まあ本当にそれも相まってねすごく華やかになりましたよね。クリスマスの雰囲気また戻ったって感じでね、はい、素晴らしい演奏でしたけども、まあシュナさんの素晴らしいところというのもやはりその毎回毎回ライブっていうもの生き物だってことを考えて、この演出をねすごく考えてる、毎回同じことしないというのがねすごいなっていうのがありまして、まあこれは全部この何でしょうね、オープンマイクのこの参加したねこの経験値っていうのがねすごく生かされたんだろうなと思ってるんですけど、でシュナさん昔からやってるのはこのマッシュアップするっていう曲、要は1曲目と2曲目1番と2番が全然違う曲をこう合体させて1曲としてこう聴かせるっていうこのアレンジとかね、そういうのをねすごく目の当たりに、ね、してね、やっぱりね
なんだろう、聞く人の目線でねこう演奏されてるっていうところがねすごく参考になっててね、もう僕はシュナさんのステージが本当尊敬しております。いや、シュナさん自身はすごく緊張してとか言ってますけど、うんうん、言わなかったらそんなに緊張そうそうそうしてるそうそうのに見えないんですよね。そうですよね。だから本当にもう私楽しいみたいなものがすごい伝わってきて、すごくいいと思うんですよね。音楽を愛されてるし、本当に歌からもねその音楽が好きだっていうことがねこう出てますよね、歌声からもね、はい、すごく聴いてて心地が良くてね、はい、皆さんをこう巻き込んでコンサートしていくタイプなんだなっていうのはねすごくわかりますよね。本当にねシュナさんも僕去年初めて会ってちょうど12月の頭ぐらいに、ちょうど1年ぐらい経つんですけど、1年前って全く別人です。もう人ってこんだけ変われるんだなっていうの、年齢でこうなんだろう左右されるとかって絶対ないなって、それ言い訳に過ぎないなっていうのをね、もう思い知らされてね、本当ある意味ちょっと僕の教科書になってる部分っていうのはすごくシュナさんあって、シュナさんのこの気持ちっていうのはね僕もねステージ立つ時は忘れちゃいけないなっていうのはね、はい、最近すごく感じさせられるんでね。いや、なんかこうやってね、司会しながら何気に見てますけど、なんか見てる方も勉強になりますよね。そうよ。自分ら歌うだけでなくてね、見てる方も、そう、見る側の目もやっぱ持った方がいいなってすごく思います。僕らこのね、MC2 人はね、ものすごくやっぱりこのジャミジャミラジオを通してね、このオープンステージを通して、ライブのやり方っていうのとかねこう演出とは何ぞやっていうのをすごい勉強させられるいい機会になってて、だからもう自分らが演奏するっていうよりも皆さんのいいところをこう吸収して自分のね血と塩肉と塩ってね、いやなんか最近それがすごく楽しくて、なんかでしょ、もちろん自分でやっても楽しいんでしょうけど、また違う目で見るそれが楽しいし勉強になるし、こういう風にしたらいいんだとかね、すごく思いますね。本当にね、シュナさんでございましたけども、はい、またねねオープンマイクもね毎回ご参加されるので、本当ねこれからもねちょっと元気に演奏を聴かせていただきたいなと思います。これ本当にありがとうございましたということで、パチパチパチ。はい、ということでこれで前半戦、すべて終わりましたけども、ちょっと途中で途切れちゃったからねちょっとね慌てふためいたけど、でも僕らもちょっと最初気づいてなくてね回線不良で途切れたの、しばらくちょっと話しながらね、だいぶ経ってからこういうこともあるんだみたいな。今日ちょっと天気がね堺市の上空の天気があんまり良くないので、その辺がちょっと絡んでるんだろうなと思いますけどもね、なかなかこんなめったにないのでね、はい、ある意味ちょっと放送事故やったんでね、本当申し訳ございませんでした。はい、ということでね、ここでねちょっと軽くジャミジャミラジオのインフォメーション、入りたいと思います。はい、それでは、森の恵みの、イベントだけですけども今回ね、ご紹介させていただきたいと思います。12月28日木曜日、森の恵み、オープンマイク、いつもの通りね、開催したいと思います。17時から21時まで、参加費1000円、飲食の持ち込みというのは OK で、店内飲食も、可能でございます。楽器を演奏して歌うもよし、見るだけもよしね、皆さんで楽しく盛り上がりましょうということで、このオープンマイクもねこう毎回結構安定してたくさんの方、石川県の方結構来てるんですよ。いやすごい。シュナさんなんかほぼ毎回来てるからね。いやなんか富山からも来てますよ。よかったですね。そうね、本当にねね北陸ねまたいでこうね、できるイベントということで、ね、平日なのにいや福井でもまだほら、金沢寄りじゃないですか、だからまだ来やすいんですよ。福井もね奥の方だったらすごく遠いじゃないですか。いやこの間敦賀から来てる方もいましたからね本当に平日なのにすげえと思ってね、本当にねこれからもねオープンマイクもねいろんな人とのねこのセッションっていうのをね、楽しめるのでね、ぜひぜひね
歌っているだけではなくてね、本当に見るのも楽しいし、本当に見てるだけの方もね参加できたりもするのでね、ぜひぜひ事前にねこういう曲したいなっていうのをつぶやいておけば、それを演奏する方誰かは来てるので、はい、ぜひぜひまた、県内外問わず、ご参加いただけたらなと思います。12月の28日木曜日、17時から、開催となります。はい、よろしくお願いします。それでは、もう一個、12月31日深夜から、1月1日、ね、夜中ジャミラジ生配信ということでちょっと予定しております。それは見てのお楽しみにということで年越しでね何かしたいと思いますはい、ということでお楽しみに。はい、1月、2日、第3回新春カラオケ祭りということで、森の恵みで行いたいと思います。これは12時からですかね、お昼12時から、開始ということになります。19時まで、開催されますが、16時から17時の間にお年玉企画の、ゲームというものを、考えておりますね。楽しい企画になっておりますのでね、皆さんは、新春でございますが、ね、新春真っ只中でございますが、お誘い合わせの上ね、ぜひぜひお越しいただけたらなと思います。入場料も1000円と格安になっておりますのでね、よろしくお願いいたしますということで。なんかプレゼント企画楽しみですね。楽しみ。何があるんだろうね、どんなゲームをするのか企画のゲームありということではいね、ちょっとその辺もねちょっと心くすぐられるんでございますが、はい、皆様、来ていただけたらなと思います。はい、こんなところかな。はい、ということでね、年末から年始にかけてのね、ジャミジャミラジオからのインフォメーションでございました。はい、ということでちょっと喋り疲れたんでね、ここいらで1曲、挟みたいと思います。はい、ね、後でねまた振り返りたいと思いますがね、オープンステージボリューム5で、出演された黒戸崑さん、なんとジャミラジでねこのオープンステージの後からバズっとります。曲が例のそのねオープンステージの時に発表した曲がバズっております。すごい。はい、再生回数なんと2500回超えました。ここまでね伸びるなんていうのはちょっと想像もして、ね、いなかったんですけど、まだちょっといきそうな勢いでね、ちょっと後でねまたねその曲をね触れたいと思いますけどもね。はい、皆さんね聴いていただきましょう。早速、はい、黒戸崑さんで名式無どうぞ。名式無僕の人生は彩られていた12色相の満たないパレットで大人になるたび祭り合ってゆく黒に近づいて泥水のような色をしていた僕の得たものは君のおこぼれだそれでもいいんだって思い始めていた暗い感情に蜜が落ちたなら綺麗に弾いて黒に恋色よ誰だって僕の答えだろう生まれ出す色に名前をつけたならそれが絵になると信じていたいな君の言葉さえすり抜けて消える僕の意地張りも困ったものだね描いた理想を色づけて笑い足りない色は混ぜてごまかそうとありすぎていたわざと夜あれ出すことの兄貴を見出して白で目をつぶした僕は何
ジャムジャムラディオ。はい、ということで黒と紺名式夢でございました。これ名式夢ってね、迷う色の夢と、書きます。はいね、本当に今サブスクとかね、CD の方でもこの間、販売しておりましたけども、CD も全部売れちゃったらしいんですけどもね、はい、本当にね今バズっております名式夢ね。まだ皆さんねこれ動画見てないよっていう方必ず YouTube で見てください。もう感動のMV になっております本当に。いいのなってますね。ね本当に素敵なうん、あれすごいね、クオリティ高いね。俺すごいと思って。いやかっこいいなと思って見てたんで別世界の人だよね。そうそうあの人らがここで歌っとったんやと思うような。もう気安く森本ちゃんとかね、言っちゃまずいんかなってちょっと思っちゃう。ゆきちゃんとかね言っとったけどね、すごいね。普通にベラベラ喋ってましたけど、私もね、まあそんな黒と紺さんね、一番最後にね素晴らしい演奏をしていただけたんでね、また後でねちょっと、お伝えしてきたらなと思うんですけど、ただいまからやっぱね後半戦ね6番目の夕飯とピースゆいさんからね、振り返りをね行ってみたいと思いますけど、どうですか夕飯とピースゆいさん。いやなんかねもう4回出てるんですよね。なんかね最初はすごいなんかそのひたむきな姿っていうんですか、それをすごく応援したくなる、そんな感じだったんですけど、だんだんね彼女たちもねパワーアップしてきて、そんなひたむきなんじゃないんだみたいなアピール感がね、強くなってきましたよね。そうですよね、本当にね。やっぱりあそこのバンドもすごくこうねなんでしょう、キャラが立つキャラがこう揃ってるというかもう6人でねもうステージから溢れそうなんですけど本当にね素晴らしいね演出をねしてくださったと思うんですけど、ちょっと振り返ってみたいと思います。その真面目な MC がまた良かったんですよ。そうですよねまさかのこの夕飯とピースゆいのねこのゆいの意味がね初めてこの分かるというね、本当にまさか大野と関係していたけどもね、本当大野出身ではないですって言った時のどっかんの受けようがねまあこれねちょっとアーカイブでねちょっと振り返っていただければねまた皆さんもよくわかるんですけども、はい、まあねこれねボーカルの方が今回お初ということでね、初ステージやったんですけども、なかなか安定してね、歌い慣れてて、はい、またこれからもね頑張ってね、出ていただけたらなと思うんですけども、でも今回でも学生さんそう専門学校大学生だっけな、って言ってましたよね。本当ね、まあこれを機にねバンドのめり込んでくださったらねいいなと思うんですけど、いいですね。はい、まあ原曲あいみょんの曲が流れてますけど、まあでも本当に今回僕びっくりしたのはアコースティックギター機種ないんでね皆さん揃えてきてきちっと音取ってもらえるようにね、さすがにマイク6本も7本も立てれないんで、ね、この狭いステージだと、はい、それがね素晴らしかったですけども、はいね、まあ職場内のバンドって言うんですけど、きっとね職場内も明るくて楽しいんだろうなっていうのがね、その演奏を聴いててね、思いましたけども、はいね、まあでも本当にね職場内でこうやってプライベートでもねこうつながれるっていうのはね、ある意味まあ羨ましいなと思ってね、私もなんか羨ましいですね。本当になかなか趣味って合わないじゃないですか。合わないもんね、そうね、バンドはなかなか続けるのがね難しいんですけれどもね、本当ぜひぜひ息の長いバンドになっていただきたいなと思ってまして、はい、まあでもね本当
ね、ユーハントピースゆいさんの演奏を聞くとね、なんかまたバンドやってみたいなって思っちゃうんですよね毎回。でもそのくらいやっぱりこのなんだろう、お互い心を通わせて一生懸命やってるところのひたむきさがね、やっぱすごくいいんだろうなと思うんですけども、はい、またね来年度も本当にパワーアップして、さらにパワーアップしてね戻ってきてほしいなと思いますけど、いやでも多分その間に結構練習してるんですよね、そうここまで仕上げるのに、バンドは練習しないとねなかなかはい一世の出ができないので、まあでもやっぱりこの大所帯っていうのがあるので、音は本当にやっぱすげえ迫力ありますよね。まあスマホだとこの迫力がなかなか伝わらないんですけども、ぜひぜひ皆さんねアーカイブでねご覧いただいた方ね、一度足をお運びいただいてね演奏を聴いていただけたらなと思うんですけどもね。ぜひ遊びに来てください。本当に、ということでユーハントピースゆいさんでございました。はい、ということで、ね、素晴らしい演奏でございました。ね、ユーハントピースゆいさんもね、本当毎回のように、ね、出てこられて、この、ね、会場を盛り上げてくれる、ねちょっとオープンステージでは欠かせないピースですけど本当にですね、面白いしね、演出がね、これまあ、曲もさることながらこの演出がね面白いですよねやっぱね。いや私は今回MC が良かった。MC が良かったね。すごく良かった。MC が本当に楽しかったんですけど、まあちょっとアーカイブで振り返っていただければいいんですけれども、本当にね素晴らしい MC でございました。はい、それでは次はね打って変わって、また弾き語りのソロになるんですけど、ちょっと僕今回ねただものではない空気を感じるね人を見つけてしまいまして、急遽ねお誘いして、しまいましたけど、三井包帯さんと申しますけどもね、なんかステージネームが違うということで本当に失礼してしまったんですけどもね、ステージネームがムンナカさんと言われる方でね、南條の、方らしいんですけれどもね、まあ、詳しくはアーカイブでね述べられてるんですけどもね、 MC で、ね、話をされてたんですけど、お坊さんということで声がいいですよね。いやそれで何でしたっけ、声枯れたまま治らないとか言ってましたけど、荒行でね、でも声出てますよね。あの人はねやっぱりねその関東で東京でねやっぱり揉まれてたっていうのがあるんでね、ちょっと空気感がやっぱ違って、で最初僕お会いしたのがこの森の恵みのオープンマイクの時にお会いしたんですけども、もうそのカバー曲でオアシスの曲やったんですけど、そのギターと声バッて一斉出した時にこの人違うと思って空気違うと思って、もうただもんじゃないっていうのはもうすぐ見抜きましてね、ムンナカさんの方行ってね声かけたら、いや実は若かりし頃バンドやっておりましてスリーピースバンドでギターベースボーカルやってましたという話をお聞きして、ね、ベースボーカルやけどギターうまいんですよ。すごく、ね、ちょっとね演奏聞いてみましょうか。もうね素晴らしい演奏です。私まず自己紹介からさせていただきます。南條から来ました。妙泰寺っていう結構全国の七福神祭りで有名なお寺なんです。ちょっと待って。そこで今福井家門中で山さんからぜひとも普段はケアってたと思うかもしれないですけど、そこはご愛嬌で。まあでもお経をこう唱える人ってこの低音がすごくしっかりして低音がすごい効いてるんですよね。すごい僕声がね低音がいいなと思ってね、ムンナカさんの、ちょっと待ってな。ムンナカさんのステージでございますけども、このギターもちょっと特徴的でね、今このねヘッドホンから流れてるのがねアコースティックギターに聞こえるんですけど、あれアコギじゃないんですよ。全面そのねプラスチックというかね、でも音すごくよくってね、なんせ
カーボンってプラスチックでカーボンでできてるって言ってたかな。ちょっと低いんですかね、音がなんかうんちょっと低く聞こえるんですけ低く聞こえます。低音がしっかり出てるんですけど、きちんとアコギの音するんですけど、もうやっぱりこのモジュレーションした音がこう出てるんやと思うんですけども、すごいこのギターもねなかなかいいなと思ったんですけど、お値段聞いたら30万ということで、うわーと思って、まあまあこの音だったら30万仕方ないなと思ったんですけどもね、声がいいね。低音がしっかり響いたいい地声が出てるんですけども、一人でねその演奏してるんですけど、一人と思えないような迫力というか、そういった凄みをね文中さんも出してましたけども、またねちょっとねジャミジャミラジオでね音源ちょっと持ってきてもらったりして掘りたいと思うんでね、またちょっと皆さんもね期待していただければと思うんですけど、まあオリジナル曲をね中心に、やりましたけども、でも全然オリジナル曲でねきちんとやってもね全然もう恥ずかしくない、どこへ出てもね恥ずかしくないステージングをねされてたんで、これからもねどんどん福井のねイベントをね盛り上げていってほしいなって思いました。その前にねちょっとジャミジャミラジオで宣伝して掘っていきたいと思いますけどね。ちょっとねチャットの方を少しね読んでいきましょうかね。ごめんなさいね皆さんね、ちょっとさっきの回線不良のあれでねちょっとね繋がないよっていうのがありましたけど申し訳ないです。蘇ったらよかったっつってもぐもぐさんがでね、緑茶中毒さんまた送ってきました。めっちゃ盛り上がりましたということでねオープンステージで盛り上がってよかったということでしょうね、きっとね。ちょっと行き過ぎたな。微調整がちょっとあら難しい。もぐもぐさん、黒とコンさんめちゃくちゃ良かったね。緑茶中毒さんもう一個ね、夕飯さんの MC もユーモアがあって面白かったですね。で来ておりますけども、皆さんね戻ってきてくださいね。マスさんもねこんばん遅くなりましたがメリークリスマスということで、そうやもう終わってるよクリスマス。ど昨日で終わったよ、そうね。今年もありがとうございましたね。クリスマスの振り返りがねちょっとできなかったんでね、申し訳なかったですけども、マスさんもありがとうございましたということで、まあねこのような感じでね素晴らしいねムンナカさんの曲をねバックに今日はチャット読ませていただきましたけども、いやなんか力強いですねやっぱり。そうでしょう、すごい声の強さがね、あるんですけど、これね僕は他にもね県内でお坊さんでね歌を歌われてる方いるんですけど、お坊さんの方ってやっぱね地声しっかりしてるからね、歌声がすごいやっぱしっかりしてる。確かに、低いですもんねお坊さんでやる声の出すそとうそうそうそうころってあれ結構難しいんですよ。そうなんですか、なんかどこで息継ぎしとるんやろうと思うような、ね、お経とかね、思いますけどね、聞いとって、そう文中さんねオリジナル曲すごいね、名曲いっぱいありましたけどもね、ショートのねオリジナル曲もねちょっとご披露されてましたけどね、本当にいろいろ演出もね面白かったなと思ってね、エピソードのトークがまた絶妙でね、なんか上手ですね。20キロ痩せたとかね、そう言ってましたけども、わーって思って聞いてたけど、すごい大変なんだなと思って、エピソードがねすごく上手なので、でも俺文中さん思ったけどラジオの MC すげえ合ってると思う。パーソナリティうまいと思いますね、ひょっとしたらあるかもよ、ジャミラジの写真撮るのもすごくうまかった写真撮ってもらったんだけどすごく上手だった。本当、俺写真は俺知らんかったけどそうなの。すごくいい感じ撮ってくれました。ちょっとまだね、彼ジャミラジで深く掘ってきますので、呼びましょうか。呼ぶちゅうか本当にこの人ねちょっと俺ジャミラジのパーソナリティも実はちょっと増やしてもいいんじゃないかなと思って彼ねいいなと思ってね
僕いなくても一人でいけるぞと思ってねちょっと思っててね。ツッコミがうまいんですよ。そう、ツッコミの仕方がうまいから合いそうですね。歌もいいしね、はい、ということでムンナガさんね、三井宝太さんことムンナガさんでございますがね、拍手で。はい、ということでありがとうございますね、三井さんね、ムンナガさん、はい、お寺でね頑張っておられると思いますけれども、はい、これからもねお寺の合間を縫ってライブをしてほしいなと思います。はい、それではね次、ですけども、バニー&キャミーさん、ね、この方もねちょっとお初でね、結構ね福井県内のオープンマイクでは、おなじみの方なんでございますけど、あんまりこの森の恵みの方でね演奏する機会っていうのがねないんですけどもね、今回キーボードを弾いていた、バニーさんの方ですね、ピアノというかキーボードをね駆使してね、演出をするということでね、この間たまたま一緒に僕オープンマイク出る機会がありましてね、演奏形態が変わっちゃったんでねちょっとびっくりしましてね、ぜひぜひお越しいただけませんかという声をかけさせていただいたんですけれども、はい、以前はねバニー&キャミーギターと歌っていう形でね、オープンマイクの方も参加されてたんですけども、主にね J-POP のカバーソングっていうのが多かったんですけどもね、このキーボードになってからは洋楽のねカバーがすごく増えてね、スタンダードなみんながよく知ってるような曲をね演奏されるということで、すごい僕としてはちょっと新しかったんですけども、はい、ちょっとね演奏少し、皆さんで聴いてみましょうということで、バニー&キャミーさん聴いてくださいということで。はいね、本当にねキャミさんの歌声がね素晴らしい、力強い太い声ですね。そう、J-POP のカバーもねものすごく上手で、その父の方もなかなか聞き応えがあるんですけれども、前はねそんなにねバニーさんねそんなにコーラス入らなかったんですけど、キーボードにしてからコーラスが入ってね少しサウンドに厚みが出たっていう感じで、いいですね、コーラス入って、でみんな知ってる曲をね洋楽ですけどもね、なんか今回、今が洋楽月間って言ってたっけ、言ってましたね、言ってたね、なので洋楽を中心にね今回やってたんですけども、J-POP もなかなか聞き物なんでね、はい、またねご出演いただいてね J-POP の方も聞いてみたいなと思うんですけどもね。バニーさんもね、立ちながらキーボードをやってて、まるでもう小室哲哉のような。僕もね小室哲哉思い出したやっぱそう、なんかねキーボードがね小室哲哉と使ってるやつ一緒だったと思うんです確か一緒ですよ、コルグだったかな、一緒のやつね、ちょっとね懐かしいと思ってね、私も昔持ってた電子ピアノコルグですごく音が良かったんですよ。コルグだから結構好きで、確かにね使ってましたけど、本当ね、バニーさんもねなかなか本当に芸達者だなと思ってね、今度ね僕二刀流でやったらとバニーさん言ったんですけどねギターとキーボードみたいな、それでJ-POP とこう混ぜてもね面白いじゃないですかとは言ったんですけどもね、でも持ち曲は結構あるので、もう本当ソロコンサートもなんかいっぱい持ってそうです、なんかすごくソロコンサートできるレベルであるかなと思うので、伝わってきますね。僕ね2番目のねタイムアフタータイムがね私も好きです。シンディ・ローパーが歌ってたやつですね。本当ね、これちょっと聞いてみようか。
もう個人的なこの好みに走っちゃってるけど振り返りいやがね、私もこれ好きでした。僕これまあバックコーラスで入ったことがあって、タイムアフタータイムの下のパートをね歌うっていうことがあって、20代半ばの時かなあって、女の子ボーカルでやったんですけど、でその時はバックコーラスで入って、イベントでねお手伝いでねバックコーラス入っていただけませんかということで、ね、急遽ねやった覚えがあります。サビのとこだけでいいんでっつって、あこういう音取ればいいんやなっつって聞いてねやったのをね思い出しました、ね、でやっぱシンディ・ローパーはね僕のねもうこれ聞いただけでね、シンディみたいな思い浮かびますよね。本当にちょっと聞いてみましょうね。シンディ・ローパー Time After Time でございますこの曲歌ったことあるでしょ、ジュビさんも。いや私はないんですよ。そうなの？意外とないんですけど、いい歌やなと思っていつも聞いてます。誰かカンカン歌ってますよねこれ。どうでしょう、いやジャズやってる人も結構ほらタイムアフタータイムやってる人、実はジャズでタイムアフタータイムって別であるんですよ。あるでしょ？これじゃなくて。違う場合じゃなくて、あるんで全然違うんですけど、そっちは歌ってます。そっちは歌ってるんだ。なるほどな。でもこれジャズっぽくアレンジしてやるグループが昔いたんですけども、もうジャズにしてもねハマるんですね、きちっと。いやジャズシンガーの人もこれ歌ってる聞いたことあります。名古屋でも歌ってる人いますね。シンディもちょっと年取ってからジャズのアレンジで歌ってましたもんね。コーラス余計なの入れないで、あれも僕何年か前に聞いたんですけど、すごい良かったなと思って、そういうのもちょっと思い出しながらね、聞いてね、多分僕らぐらいのねもうアラフォーの方たちはね僕なんかアラフィフですけどはい、でも思い出深い有名なね、曲なんでもやっぱねキャミさんうまいなキャミさんうまいなまたね、思い出の一曲ということでね、バニー&キャミーさんでございましたけど、ね、拍手ということで、ということで、振り返るとねもう走馬灯のように蘇って帰ってきますけどね思い出しますね。よかったっすよね本当にね。本当にこのオープンステージのいいところってその一つ一つの、ね、このアーティストのこの個性っていうのがね、短い時間にギュッとこの集中して凝縮して見れるので、ライブってやっぱソロライブとかだとやっぱちょっと中だるみというか、落ち着く場面とかなんかそういったのあるんですけど、このバンドとかそのグループとかね個人でもそうなんですけど、ギュッとこの緊張してこう集中してる場面っていうのがね20分にこの凝縮されて見れるっていうのがねやっぱねそこが見応えあるなと思ってね、これでもね出る人すごい緊張するんだろうなっていうのをね感じますよね本当に、離れしている人でもあってもね多分音もものすごくやっぱいいので、緊張感半端ないだろうなと思ったんですけど、それではね次、バニー&キャミさん、次はね桐島あかねさんということでいよいよ9番目でございます、さあ振り返ってみましょう。桐島さんですけれどもどうですか桐島さん。なんかかっこいい曲ばっかり歌ってますよね彼女は。90年代のねそのロック野郎の曲ばっかりをカバーして今回持ってきたんですけど、いつもね他のオープンマイクでこんなんやってないですよ。そうなんだ、いつもはどんな普通 J-POP は J-POP なんですけど、皆さん聞きなじみのある曲を持ってきたんですけど、今回のためにやっぱね演出を変えてるというか、そこがねやっぱちょっと耳を引きましたね。で僕初めてですけどディル・アングレイのね弾き語りをね初めて聞きました。ディル・アングレイをね弾き語りでしようってね試みた人もね多分初めてじゃねディル・アングレイってね聞いてみると分かると思うんですけどデースとかねすごいんですよ。
とにかくボーカルのね京様というねロックボーカルの中ではねレジェンドとされてて本当に神のように崇められてる方なんですけども、その方の発するシャウトっていうのがねすごいコアなファンの間でね人気なんですけどもね、そんなねそのコアなね音楽をねまさか弾き語りでねやってしまうという茜さんのこのすごいキャパシティというか心意気というかね、それにはねちょっと感嘆したんですけども、僕の好きな曲ばかりやってくれたんでねちょっと聞いてみましょう。こんばんは。MC はこんなおっとりなんですけどこんばんはなんですけどねお酒を飲んでる人間なんですけど、今日いや 9.7 割かな今日ね超珍しいシラフです。嘘つけ。すっごい緊張してますね。緊張してるように感じれなかったんですけど、ね、堂々とね演奏されてましたよね。このハートの強さっていうのがねやっぱりね僕すごいなと思ってね、初めてでしたっけ彼女は。このオープンステージは初めてなんですけどオープンマイクは結構ね出て、そう苦情連絡しようと思ったって言ってたんですけどいやもう全然もう恥ずかしくないもう堂々とした弾きっぷりでね、まだまだこれからね本当にねすごい演奏聴かせてくれるんだろうなっていうね期待感がありますよね。この地声のこの強さがねすごく僕バンドに向いてる子だなと思ってね、この子きっとバンドするとすごい化けるだろうなっていうのはね思っててね、本当ねバンドで見てみたいなっていう思う弾き語りにしてですね、いやすごい個性的ですよね彼女は。もうそうなんかインパクトがすごいつくというか。でしょう。このステージ立った時からのこのインパクトっていうのがね、もう唯一無二というか、だから本当にボーカリストとしてこうやるとねものすごいね違った才能もまた見れるんだろうなと思うんですけど、弾き語りももちろん素晴らしいんですけども、バンドでもちょっと見たいなと思ってしまったんですけど、でも90年代の J-POP でロックばっかりをね弾き語るというねなかなかでございます本当に。お子さんもねいるけどもね力強い。そうなんだ。そういう風に見えないですね。いつもね旦那様とお子様ね携えてこられるんですけども、懐かしいなジュビーさんロックあんま聞かなかった？私はグレーぐらいまでですね。ティーボランとかワンズとかそこまでですね。ちょっとラルクとかあっち行くとちょっと違いますね。あれだもんね。なるほどね。そう黒夢とか。黒夢も名前はわかるけどって感じですね。僕はその辺をすごく通ってきて彼女とねコウさん聞いてたんで僕はバンドでそれカバーコピーもしてたからバンドやってて、僕もほら結構バンドの掛け持ちやっとって、今度ライブするけどもボーカル歌ってくれっつってこう話を持ってこられた時にこうやったりとかっていうのをやってたので掛け持ちバンドでボーカルもやってたんですごい思い出深いなって思ってて、そうバンドしてきた時代のことねすごく思い出しましたで桐島さんの声聞いて桐島さんもバンドすると楽しいだろうなっていうのね。桐島茜って本名ですか？なんか芸名みたいと思いながら多分本名なんかな。そうすごいいい名前ですよね。そこステージネームかどうか聞いてねえわ聞いてない。一回ちょっと今度聞いてみようね、チャットでつぶやいてくれって言うんやけど今日ちょっとチャットは茜さん来てないね今忙しいだろうなきっとなお家がでもすごい迫力ですよね。
まあこれからも本当にねご活躍をね、期待したいと思いますけども、はい。またね力強い歌声をねこれからも聞かせてください、ということで、楽しみにしてます。はい。それではありがとうございます。桐島茜さんでございました。はい、ということでね9組一気に来てしまった感じでございますけども、はい、ついに最後ね、先ほど述べていたクロトコンでございます。ね、クロトコンさんね、これちょっとね出演していただいたのにはねちょっといろいろいきさつがございまして、はい、クロトコンさん実は僕7月かな一緒にライブをね出させていただいて、ハピニーホールの方で、僕ねこうちゃんとかいちゃんというね急増ユニットで出た時に、クロトコンさんゆきさんとね森本くんね2人のギターのコンビが、アコースティックでライブをしてたんですけど、聞いた時にすごいギターがね森本くんのギターがエレキの弾き方をしてるなっていうのに僕気づいて、これロックバンドの間違いなくと思って、で話をちょっと聞いてやっぱバンドやってますという話で、でちょっとオープンステージ出んかっていうのをね声をかけたんです。で一回ちょっとでもねそのねオープンステージ出てもらう前に僕実際クロトコンさんのライブチョップさんの方で見に行こうと思いましてね、森本君に遊びに行くよっつって言って遊びに行って見たらもう心をつかまれてしまってすごいねクロトコンさんのすごいところってねそのアンサンブルの聴かせ方とかそのメロディーとかねこの歌詞の聴かせ方っていうのね他のバンドとちょっと違うんですよ。聴かせどころのツボっていうの分かっててそのバランスがいいんですよね。で男4人のバンドだとこれがね全部イケイケゴーゴー突っ走れになっちゃうんですよね。でもこれ女性が2人いるっていうことで女性の意見と男性の意見っていうのがこうね平等にこう多分入るんだと思うんですけど、そこの客観性っていうのがねバンドの中に入ってるなっていうのがね、アレンジはね皆さんでやってるみたいなんですけども、そこがねすごく感じれましたね。僕もバンド男4人組でやってたんで、こういう風にアレンジするとそうメロディー引き立つんだよなっていうのがね本当まさに僕が言いたいことを全部彼らがやってたというか、昔バンドで僕が表現したかったことっていうのをね彼らがやってるのがちょっと羨ましいなと思ってね、このね凄さっていうのはねみんなに知ってほしいなと思って、今回ちょっと出演してとドラムもなんとか入れるからという話ではい、それでねちょっと快諾していただけたという運びでございますけども、なるほど。はい、ちょっとね聞いてみましょうかね。クロトコンさんね、それでは皆さん聞いてください。ご紹介したいと思います。鳥を飾りますクロトコンです。皆さん拍手でお迎えください。ね、僕もなんか気合入ってるねすごい楽しみだったね。すっごい楽しそうでしたよ今も思い出しますけど本当にそうね、これがねミュージックビデオでも出てるねお魚冒険団という曲でございますけどね、男女のこのボーカルの掛け合いというのがね見ものなんですけれども、その合間に入るねオブリガードのギターとかねそういったものがすごいバランスよく聴けるというか、メロディー決して邪魔しないんですよこのバンドのいいところっていうのは。だからそのメロディーの美味しいところやっぱ知ってるからそこ潰さないでおくっていうね、これ多分女性陣の意見だと思うんですけど、本当に皆さんツボを押さえてね息合わせてきちっとプレーをしている、もう本当にバンドのお手本というか俺結構ね森本君の声も好きなんですよね、いいなと思ってね、低音がきちんと効いててね森本君も結構歌うまいなと思っててすごい好感の持てる声だなと思ってね、
やっぱそのセンターにいるボーカルのユキスなんですけどね、MC ねもうちょっと喋るとねいいなって思うんですいやけど、彼女すごい喋るんですよね。そう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 なんかもっとここに取り入れるとね、もっと面白くなるんですけど。そうまあキャラ設定なんかあるんかもしれないですけど、なんかあるんですかね。でもこのバンドねそのなんだでしょうツンデレじゃないですけども、そういうところをこう売りにしていくとねなんかもう一つ面白く受けるんじゃないかなと思ってね、福井弁でちょっと掛け合いして MC やったりとかするとね、いいなと思ってて、ね、曲はすごくねツボ押さえてていいなと思ってて、森本君のねギターがねエレキの音僕すっごい好きで、これめっちゃ高いエレキなんですけど、はい、この音いいなと思ってね、甘い音でね、はい、ちなみにねこれね今回 MC でもねお話しされてたんですけど、1月27日、土曜日ですかね、琴音というね片町、福井の片町の方でワンマンライブを行うということで、限定20名しか入れないということでね、ご予約賜り中でございますということでしたけども、はい、皆様ね本当にねぜひぜひお足をお運びいただければと思います。本当にね新曲もねその日にミュージックビデオをもう一本あげるということでね、はい、今ねこれお魚冒険団聞いていますけどもね、さあそれでは先ほどねみんなで聞きましたキラーチューン名式ムをねライブバージョンをね早速流してみましょう。来ましたこれこれちょっとでも度肝抜かれたよね。これねかっこいいんです、ギターのフレーズが抜群に。であとねこのベースのね水木ちゃんのベースと森本くんがユニゾン同じフレーズをこう弾くっていうところが見ものなんですけどもね、ところどころでこの息がすごく合っててかっこよかった。これもう水木ちゃんがねなんか可愛らしいんですけどねベース弾く見た目はねすごい可愛いんですよ。そうで女性陣2人ね大きく見えますよね、ステージ立つね、本当にねもうすっごいかっこいい。でもこれねバンドでねアンサンブルをきちっと聴かそうと思うためにやっぱすごいやっぱ練習はしてると思いますね。ここの部分ねこれすげえ難しいです。さらっとやってますけど、僕が昔好きだったね90年代に好きだったミスター・ビッグっていうバンドがあるんですけど、そこのバンドのねテイクカバーというね日本で結構流行った曲があるんですけど、その曲にちょっとフレーズ似てるんですけどね、あれはねやっぱりねそのミスター・ビッグもあのバンドもユニゾンでやったんですけど、すごい難しかったって言ってたんですけど、はい、緑茶中毒さんむっちゃ拍手を送ってきてます気がついたら体が勝手にリズム刻んでました。そうわかる僕もそうだってここがねまたかっこいいんですよ、感想の部分がラップ入るっていうのはね練ってるなと思ってねこの声は、ベースのいや違うゆきさんなんか全然違う声でしょ。そうゆきちゃんなかなか激しいのよ、普段可愛らしく喋ってるけどゆきちゃんもちょっとねステージ上がると表現キャラだよねビビるくらい、オーラがバッキバキきますけども本当にねステージに立つためにこう出てきた方みたいな感じで、本当神々しいんですけども、
でも本当クロートコンはね、もっとみんなにね聞いてほしいし見てほしいなと思ってね。なんかねCD ね、よきちゃん描いた絵のね、ジャケットの CD でしたけど、あれはあれでまた可愛らしくて、そうクロートコンなんでこの音とジャケットのね差がありすぎてついていかない。本当ツンデレって感じでしょ。ねえ、かっこいいな。これ最後はかっこいいんだよこれ。かっこいい。はい、ということでね、どうですクロートコンね。まあでもこうやって改めて聞いても名詞キムね、迷う色の夢ね、この曲が本当サブスク CD の方もね結構売れて、で視聴回数もね増えてるっていうのは、いやもうぜひ見てほしいですね、あれは本当に。MV ね本当にね YouTube 載ってますからね、すごくかっこいい。皆さんぜひ堪能していただきたいんですけども、はい、クロートコンさん素晴らしかったけど、あとそれとねアーカイブの方でね、今日ちょっともう今時間の都合上ね載せれないんですけど、お聞かせしないんですけども、僕の大好きなテッドリーコースターという曲ね、もう森本君がもう毎回コウさんがテッドリーって言われて、もうしゃあないテッドリーやるよっつって言ってくれた心意気ありがとうございます森本君本当にね、もう曲かっこいいんですよ。シャッフルビートっつってあれバンドで合わせるの一番難しいんです。でベースとまず大体ドラムがねチャガチャガになっちゃうんで、僕らもバンドでやった時にシャッフルビートの曲速攻却下になって、僕はそういうねつぐだかつぐだかとかどんこだんこどんこだんこっていうリズムの、ね、曲をねすっごいしたかったんですけど、なかなかちょっとできなくってリズム体が難しいっていうことで、なかなかそれをねキープし続けるっていうのがね難しいんですけど、もう水木ちゃんのベースがねもう完璧。子うまいもうさらっと弾いてるけどね恐ろしい子だなと思ってねもう本当にここ実力派ですよ。ドラムのリュウイさんもねもう目立たないようにね、こう黙々とこう叩いてるような感じですけどもね、なかなかおっとりキャラでね、可愛らしい子なんですけど、あんなリズム叩くと思えないんですけど、いや良かったですね。本当にね、今度ね実はクロートコンでちょっとお知らせでございますけどもね、1月27日のことでのねワンマンライブの前のちょっとね、ご紹介ということでね、ジャミジャミラジオの方で、ね、緊急生出演をねしていただこうと思ってね、今ちょっと日程調整中でございます。はい、ちょっとねどういうふうに演出するかっていうのもねちょっとクロートコンさんと相談しながら、今ちょっと考えようかなと思ってるんですけども、もう根掘り葉掘りもうクロートコンで1時間皆様にねお伝えできたらなと思うんでね、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。多分ねお正月明けてから、緊急生放送という生配信という形で、ねお届けできたらなと、今考えております。はい。あとはオープンステージのね合間にね、みんなとねじゃんけんで、そうじゃんけん盛り上がったね。プレゼントの赤いもの、盛り上がりましたね。実は今ここにもあるんですけどプレゼントの赤いものが赤いものと一緒に黒いものを今日買ってきたんですけどねいやなんかああいうね単純なじゃんけん大会があんなに盛り上がると思わなくて、ちょっと意外だったんですけど、実はねなぜこれをねやったかっていうのは、ね、ちょっといきさつがありまして、ね、霧島さんのところねお子さんがね、多分来るんじゃないかなっていうのをちょっと思ってまして、子供もちょっとね退屈しのぎにねできたらなっていうのがねちょっどの頭の中であって、それでちょっと発案してね、やってみたんですけど、意外のほか大人が騒いだということでやっぱプレゼントってやっぱ嬉しいよね。いやなんかどんなもんでもやっぱり嬉しいもんですね。でもこれね、プレゼント企画ねちょっとやっても面白いかなと思ってね、クリスマスに問わず
やっぱね、なんかね、私も普通にダンスでそういうイベント、ハロウィンとかクリスマスの時に小さい子供が一緒にやってるんですけど、もうほんと大したもんじゃないんですよ、だけどこういうちっちゃいラッピングして「はい」っつって「クリスマス」とか言ってくれるんですよ、でもなんかそれがその行為が嬉しいっていうか、そのものじゃなくてそういうものをこういうことしてくれることが嬉しい、そうですよね。だからなんかあれはやってよかったなと思いましたね、みんなでやっぱり一体感出たもんね、住民じゃんけんよかった住民じゃんけんそうそう、最初はグーっつってね、そうそうそうやってちょっと住民じゃんけんはちょっと来年も継続だなこれ。マサさんどうですか？なんかちょっと首かしげてるけど、ちょっと経費の問題かな。はい、まあでもね、ちょっとやってもね面白かったんでね、みんな参加できるからね、すごい盛り上がって、本当にね、こういった企画もね織り交ぜながらね、楽しいイベントに、来年もねしていこうかなと思っておりますけど、さあね、オープンステージね、総括としてね、4回やってみてどうでした？ジュミさん。いや、なんか私はこういうイベントのこの司会をやるっていうことが意外に今までそんななかったですよね、ここまでがっつりっていうことかでしょ。ちゃんとしたこういうイベントって形の司会ってなかったんで、いや、なんかその初めてコウさんとやったのもあるし、なんかそのもの自身も楽しいんですけど、やっぱコウさんの人柄も見えてきましたね、こうやって4回やると。だからコウさんのこのフォロー欲というか、ある後でこうギシッと掴む、それがいや、多分コウさんのいいところってここなんやなってすごい最近それを感じます。褒めてくださってありがとう。いやでもジュミーさんもやっぱりジャズのイベントとかでもね司会やってたっていうのはお話をお伺いしてて、やっぱりきちんとね抑えるところ、流れとか進行のね流れっていうのはねやっぱ掴んでてきちっとできたのでね、来年もねやっぱジュミー&山高でやっていきましょうかね。やりましょう。はい、やりましょうかね。はい、ということでこういう顔ぶれでね、やっていきたいと思いますけど、また来年もね引き続き皆様ご愛顧よろしくお願いしますということで、はい、私山内としましてはね 1回からね4回まで40何名の、40名ぐらいかな、参加されたね延べに回数にしてね40名のグループが出てるわけですけども、本当にねもう思い出深い、僕の中ではねすごくねもう心残る、心温まる演奏ねありがとうという感じでね、思ってます。でまたね来年度も本当に楽しいイベントを目指してね、もっと地域とかね県またいでね、お客さんが来ていただけるような楽しいイベントにしていきたいなと思いますのでね、皆様ぜひぜひオープンステージの方来年度もよろしくお願いしますということで、はい、こんな感じで皆さんの歌声をまた楽しみにしてます。本当にね、僕はねもうね自分の演奏よりも本当に皆様の、演奏をね楽しみにね、したいと思ってますので、ぜひぜひねデモをねぶつけて参加したいよっていうのをね、SNS の方でねつぶやいていただければ、いいなと思うんですけども、さあエンディングテーマが流れてまいりましたけども、和製ケビンさんのオレンジでございます。この曲もねいいんだよ、ケビン君もいいんだよ。どんな顔の人でしょう。顔見てみたいですね。ケビン君ね今度ねまたね、ちょっとねジャミジャミラジオの方でもね、追っかけていきたいなと思ってる方なんですけども、またね春先にね金沢の方でライブをするということで潜入取材をして、福井の方ですか？福井の越前市の出身の方なんですけどもね、今富山で在住なんですけども、全国でもう1年間通してね200何本のライブを弾き語り1本でやってるというツアーものでございますが、なんと3月に金沢のジェラス街でソロライブで3月9日に出演されるということで、その模様もちょっとね潜入取材させていただいて、楽しみですね。後日ね
ケビンさんも読んでうん振り返るっていうのをね、ちょっと考えているんですけれど、はい、まあ、今それに向けてねちょっと準備をね、していこうかなっていうのも考えております。はい、ということでジャミジャミラジオもね、まあ実質ちょっとね年越し生配信除くと、今回がね普通の放送の最後となりますけれども、はい、来年も楽しくねできたらなと思いますので、皆様ぜひぜひねお体に気をつけて、良い年をお迎えくださいということで、はい、締めたいと思います。はい、それでは皆様今日も聞いてくださってありがとありがとうございました。う。バイバイ。良いお年を。良いお年を。ジャミジャミラディオ。